というわけでですね、何がというわけかわからないんでございますけれども、始まってしまいましたミュージックパーティー。いいでしょう、タイトルがミュージックパーティーですね。オープニングからもう本当にもう TBS が総力を挙げたオープニングを作ったって感じでございましてですね、驚いてしまいましたけれども、今日はこのミュージックパーティーっていう名前の通りですね、音を楽しもう、みんなでワイワイやろうという大変素晴らしい企画、まさに、視聴者の皆さんはこのパーティーを覗き見するようなそんな気持ちでですね、楽しんでいただければいいんじゃないかというわけでございますけど、野呂さんどうですか、意気込みの方は。今日はですね、パーティーということでね、パーッといきたいと思うんですけどもね、言ってくれますね。新しいなんか挑戦的なこともね、随時織り交ぜてですね、もういろんな、人とですね、もうワイワイ楽しくやりたいと思います。なるほど。桜井さんどうですか、意気込みの方は。そうですね、もうバリバリ今日あれですね、個人的に楽しみにしてるのはやっぱりいろんな人とセッションできるっていうね、その盛り上がりを期待してますね。はいはい。最後になりました神保さん。はい、髪の毛立ってますよ。そうですか。全くその通りで、パーティーだから楽しく気軽にやりたいと思います。というわけで、本当初っ端から盛り上がった皆様方のこのお言葉を聞いてですね、私自身も本当に、胸、もうドキドキしちゃいましたけれどもね、本当にドキドキしてるんでしょうか、よくわかりませんが、というわけでですね、今日はもう本当に、結構時間をかけてリハーサルとかもやった結果をですね、皆様にお見せしたいというわけでございましてですね、音と映像等を使って楽しいパーティー、もう本当に最後までどうぞ皆様ごゆっくりお楽しみください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。僕らはですね、カシオペアはですね、もう結成13年ぐらい経つわけでございますけれども、やっぱりこうアマチュア時代はね、いろんなところで練習をしましたよね。倉庫でやったことないよね、あんまりね。あんまりないけどね。野呂さんは主にどんなところで。カシオペアとかやる前にもっとね、少年時代なんか主にうちでやってましたかね。これ今日渋いギター持ってませんこれ。そうですよ。これはフォークギターって言ってね。スリーフィンガーねやってましたけどね。桜井さんなんかどうでしたか。やっぱりね、友達の家とか、あとは学校かな。学校？学園祭とかでね、学校とかでよくやりましたね。神保君は？僕は大学のクラブの部室。だからこんな雰囲気のね、なんかもう本当に汚いところで。なるほどね。やっぱり当時お金がなかったですから、人の家を借りるか、スタジオを借りて練習するなんて言ったらリッチな感じだったのね。音楽的には野呂君なんかギターだからハードロックとかフォークとかいろいろやってたと思うけど、もう何でもやってましたね。どんなの練習してました？例えばこの小指がね、いつも難しいなと思うのこれ。この辺の手が伸びちゃうわけ、こうやって。だんだんね、この小指が伸びてくるんですよ。そうですか。それはもちろんね、ハードロックでそうだったけど、ジャズとかやんなかった？ジャズ、そうね。いいね。やるもんだよね。さてですね、今夜はスペシャルゲストの方をですねお招きするというところあるんでございますけどね、我々も本当にね、もう最近はもう尊敬してるね、はっきり言って彼の活躍には。素晴らしいミュージシャンですよね。じゃあゲストミュージシャンの方はですね、この辺でご紹介してみたいと思いますけどね、久保田利伸君です。イエーイ。どうも。いやー、危ない危ない。いらっしゃいませ。なんか階段がリアルでしょ。いや、リアルって本物の階段ですよ。そうですよね。音がガチャガチャ。テレビ局のセットってことはないでしょ。これね、つまみ持ってきたんですよ。あらまあ。先イカ、もうありますよ、先イカ。こっちが先イカ？ごめんなさい。すいません。今日はミュージックパーティーってやつでございますからね。僕の分のお酒を置いてどうぞ。なるほどね。久保田君は今ちょっと話盛り上がってたのは、アマチュア時代って例えばどんなことをやってたのか、練習とかね。アマチュア時代はよく、ただ歌の場合はですね、どこでもできますからね。勇気さえあれば。勇気さえあれば。で、例えば学校のバンドでもできるし、で自分の家でもね、ギターのようにやれますからね。考えたら久保田君も僕らもアマチュアコンテスト出身なんだよね、そういえばね。そうですね。某同じコンテストでしょ。某同じコンテストね。ああいうのも結構僕らの時代ぐらいから流行ってきたのかな。そうですよ。やっぱりその例の某コンテストでカシオペアさんがいて、でサザンオールスターズさんたちとかいて、そうか、あそこのコンテストに出ればああいうふうになれるのかみたいにみんな思って、ドーッと僕らの世代はみんな流行りましたし、でやっぱりコピーしてたりとかね、例えばカシオペアさんっていうのはちょっとあれですか、カシオペアと呼ばせていただきますと、そのコピーのバンドが流行ったりとかね、僕の友達もいっぱいいたし、僕もちらってね。だって久保田君ボーカルでしょ？
いやボーカルですけどやっぱりああやっぱりやっちゃうわけカシオペアのやれますよ。何メロディーラインをこう塩つけたりとかね。塩つけちゃう。塩つけちゃうのメロディーライン流行りましたよ。どんなのあんの例えば。いや得意技は1個しかないんですけども朝焼け。あらまチャカラ美味しいところ捉えちゃったね。それです。これバッケン結構難しいんですよこれ。これ給付がね、これ裏をちゃんと感じないと。アマチュアの人がコピーするとね、どこだっけ？一発ではいって感じになっちゃうね。酒がうまいなって感じ。そう結構16分音符と頭ってのはね紙一重ですから。じゃあ朝焼けをですね。朝焼けじゃあ行ってみましょうか。じゃあイントロ何小節する？イイントロね、2小節言いましょう。じゃあイントロにしましょう。で行きましょう。これ我々の今日看板曲でそれでは本邦初公開でございますからカシオペアの野呂一生さんのフォークギターのテレビ出演というのも初めてですしこのカシオペアの曲に久保田利伸君が歌詞をつける果たしてどうなるでしょうか。それでは行ってみましょう。はい。朝焼けが見えてきた僕たちの明日もこれからさと盛り上がってるんだけどもだけどどこでそうですもうね青年の主張だね。なんとなくコマーシャルっぽい終わり方で、作曲者としてどうですか野呂さんご気分は。いいですよ。やっぱりこう狙いがあったこういう狙いが。そうこれですよ。申し訳ないですね。いや本当に。ところで久保田さん、いやもちろん僕らもですねこういったインストゥルメンタル中心でございますけれども、やはり何曲か詩のついてる曲もあるんですよ。で今日はですねせっかくこういう組み合わせでございますからね、カシオペアの曲を1曲歌っていただこうかなといいですね。いう形でですね行ってみたいと思いますので、ちゃんと練習してあります。そうですか。それではカシオペアと久保田利伸君とのジョイントで1曲いってみたいと思います。ちょっと準備がありますのであっち行きましょうか。はい。いやこの前を通ってスタスタスタとスタスタスタと。はい。なかなかね。はい。どうですかこのステージ。なんか音楽をやるぞという気がしますよね。それではですね久保田君にはカシオペアのスローナンバー。はい。をちょっとお願いしようと。はい。で行ってみたいと思いますけどね。はい。僕用のキーで男性用のキーでお願いします。どうしましょうしたら元キーは G なんですけど。そしたらそれより超2度下げていただければ。おしゃれですね。超2度ってことは1個に全音ですから G が F。はい。みんな F だって。じゃあ初見に強い胃腸に強いカシオペア行ってみたいと思いますけどね。曲はこのナンバーです。What can speak can't lie。See it in my heart.
というわけでちょっと渋かったかな。久保田君って結構スローものっての結構やるの？大好きですけどね。大好きですか？スロー歌うのは。ちょっと転調の多い曲だったんですけどね、この曲は。珍しいですよね。ここまで転調してしかも自然に聴かせるっていう。ありがとうございます。これ向井さんお作りになった？いやこれはですねセンターにおります野呂一世さんが。あ、そうですか。やっぱりさすがですよね。さて続いてはいきなり振りますが、今度はカシオペアの曲の後は久保田君の持ち歌をですねカシオペアがアレンジいたしまして、キーを5度上げまして、そんなことないですか？そんなことないです。ほぼ原曲通りとキーでですね、ほぼ原曲通りとキーでですね行ってみたいと思うんですけどね、今度はですねファンキーファンキーファンキーでね、嫌に軽いじゃないですか。でフォンキーってのはやっぱり黒人系の発音ですよね。そうなんですね。さすが。いや久保田が来てるからやっぱりちょっとマインドを変えましてですね。あ、そうですか。フォンキーフォンキーフォンキーと言ってみたいと。それでは曲の方はですね、さっきもちょっとあの辺で言っておりましたが、この曲をね聴いて自転車を漕げば空まで飛んでしまうという、そんなことないですか？いや、そんな気持ちでやりましょうか。そうですか。それでは行ってみたいと思います。久保田君の曲でカシオペアアレンジでギンギンに行ってみましょう。
まったかな。こんばんは、ジャズカルテットのカシオペアでございます。今夜我々と熱いセッションを繰り広げていただきますバンドの皆さん、この辺で紹介させていただきましょう。どうぞ。こんばんは、カシオペアです。今日バッチリいっちゃおうかな。よろしくお願いいたします。というわけで、カシオペア対カシオペア夢の共演、お楽しみください。というわけで、テレビってなかなか面白いことできますよね。出ますじゃなくてできますよね。そうですね。4x4 カシオペア対カシオペア、ちょっと辛いものがありましたか。なかなか大変なんだよね。大変なんだよね。めちゃくちゃ大変だったり桜井さん、これ渋かったですよ。これいや、めちゃくちゃ大変だったりして、大変ですか。本当に何でもできるんですね。いやいや、これ30になって始めたんですよ。余計な話だけど。余計な話ですか。だって今余計な話だけど。まあというわけで話はいきなり飛びますが、実は私ですね、これ久保田さんにも関係するんではないかなと思うんでございますが、よくやっぱりカシオペアとか久保田さんの曲っていうのはテレビなんかで使われますよね。 BGM とか BGM キャッチに使われ、ステッカーに使われたりとで、そういったですね現場をですね、私が特別にこう潜入してきましてですね、向井さんが言ったんですか。もう取材してきたんですよ。手広くやってますね。手広くやっておりますよ。この番組命かけてますからね。というわけで、それではですね、ちょっと VTR を見ていただきたいと思います。 VTR どうぞ。音響効果さんに聞きました。はい、というわけでですね、私やってまいりました。ここはですね、赤坂にあります TBS のですね、この音響スタジオね。なんで私がこんなところに来たかと言いますとですね、我々例えばカシオペアがレコードなんか出します。そうしますとよくテレビのいろんな番組に使われたり、されてるわけなんですけれども、心の半分は僕らの音楽を使ってくれて嬉しいなと思う時もありますし、何かいろいろな使い方をされておやっと思ったり、どうしてって思う時もあるんですね。で、普段ですと我々アーティストはそういったことをされた方、例えば音響効果の方たちと面識もなければお話をしたこともない。ところが今回はこの太っ腹 TBS の企画の一環として、我々アーティストとその音響効果の人をもうご対面させてしまうと、もういざもう出陣という方でございましてですね、私はこのスタジオに来てしまったわけですね。それじゃあもう中入ってもう担当の方に会ってみたいと思いますけれども、どうも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 、はじめましてどうもどうもどうも。これまずはエールの交換じゃないかと思いますけどね。カシオペアの向井でございます。どうもうちの両親とか家族とか
カシオペアの曲がなんとかの番組のどこどこでかかったよとか、スポーツニュースのなんとかでかかったよとかよく電話もらうんですけれども、これなぜこうカシオペアとか、こういったインストゥルメンタル音楽っていうのはお使いになるんですか？まず第一に素材が豊富ですね。それで、素材がはい、それとあと今最近 CD 化されてチョイスがすごいやりやすいですね。あとアタックなどにやっぱり頭のアタックの場合ですとどうしても頭やっぱりインパクトが必要なんですね。アタックですから、そのインパクトにやっぱり自分のイメージに持っている曲が意外と多いんですね。なるほど。例えばじゃあ一例で最近このカシオペアのそのなんか音楽を素材に使ったのをちょっと見せてもらえません？ちょっと古いですけど。ちょっと古いですか？じゃあちょっと見せてもらいましょうかね。どんな使い方されてるのかちょっと僕絶対見たいんですけど。すいません。いやいや今のはだけどなんかイントロとそれからテーマのバッキングかなんかイントロのどっかかな、それとコーダエンディングをつないでましたね。ちょっとはっきりも覚えてないんですけど、確かに2つか3つぐらいで重ねた記憶がありますね。はい。正直なところ我々はこう一曲をまとめてこう作ってるっていう中でこうギビギビギビってこう金をこう切ってつなぐってなかなか致し返しなんですけども、それはそうわかりますそれ。でもやっぱりこれで意外と気持ちはわかると思うんです。どうですか？気持ちはね。アタックっていうかそのいわゆるギミックが強いものってやっぱ使いやすいってことなんですか、結果的には？はい、そうですね。あとこれも編集してますけどやっぱ編集しやすいですね。なるほどね。しっかりリズムがここに来てますし、であとオーケストラとかアタックにはあまり使えませんけど、やっぱりそういうスローな感じになるとやっぱりストリングスが入ってくるとやっぱりかぶってきますからどうしても編集しづらいんですよね。なるほどね。ですからこういうやっぱりリズム系でしっかりこう刻んできてますから、どこでも意外とつながりやすいっていうふうに。わかりました。これからカシオペアストリングスをいっぱい入れてですね、つながりにくい音楽を作るんじゃないかと思いますけど、なんか今日はお仕事場までお邪魔してどうもすいませんでした。ありがとうございました。どうも失礼いたしました。だから決まってたでしょ、今のリポーター。いまいちとてもミュージシャンには見えないね。褒められてるんでしょうか、私よくわかりませんけど。それではですね、この辺で我々もですね、やはりこの音響効果さんに捧げるっていうわけじゃないですけれども、カシオペアのですねいろいろこう使いやすいなんて言いましょうか、音響効果さんが喜びそうなですね、喜んでいただけそうな曲をずらっと続けたメドレーをやってみたいと思うんですが、野呂さんいかがなんでしょう？はい。じゃあ久保田さんはごゆっくりおふくろにください。じゃあ何年か前の曲とかいろいろ織り交ぜながら。そうですね。まさにギミックの嵐というやつで。朝焼けとかやんの入ってない。朝焼け入ってます。入ってないですか。そしたら歌を歌ってくれたのにね。それではそろそろ準備の方行ってみたいと思いますけど、じゃあカシオペアのメンバー行きましょう。はい。いってらっしゃいませ。音響効果さん勝手に使わないでください。
いうわけでね、やっぱりカシオペアってのはやっぱり使われてんですよ、野呂さん。いろいろありますね。今もねこうやってちょっとなんか BGM 聞こえてますけど、どうですかやっぱり野呂さんにもやっぱりこう一番曲を書いてる野呂さんとしては気分としては。気分、そうだね。気分いいような、びっくりしちゃうなって感じですね。僕と同じこと言ってるんですね。実あーはそういうわけでございます。ところでね、はい今日もう一人ねゲストのミュージシャンをね呼んでるんですよ。サクソフォンプレイヤー、大変有名なサクソフォンプレイヤーを呼んでるんですがね、来ないんですよね。来ないって。どうしよう、どこにいるどこに行っちゃったんだろうね。さねあ、なんか、おっといやいやいや、開けてびっくり。いやーずっといたんですよここ。そう本当に。暑いんじゃないですか。いや実に素晴らしい構成というか演出ですね。素晴らしい構成というか、これね怖いもの知らずの企画っていうか。はい差し入れ。まあどうぞどうぞ真ん中にこうどうぞ差し入れです差し入れ。はい。なんかね今日ねどうぞ真ん中座ってください。どうもどうも。とんでもないことになります。これなんだっけ、柿の種結構あるんだけど、じゃあ改めてこれ出してたらもうあれなんですけど改めてご紹介いたしますが、サックスプレイヤーのですね時秀文さん、どうも。どうも。ところでじゃあこれご紹介しましょうね。実はですね、つい先日時さんこのアルバム「時クラブ」ね、これ映ってますか？「トゥイーナー」っていうねタイトルの、これ時クラブっていうバンド名みたいな名前にして、そうですね。それで「トゥイーナー」っていうアルバムタイトルの10月21日に出したんですけど、実は私もちょっとプロデュースで参加させていただきまして、共同でですね時さんと野呂さんもちょっと参加してるんですよね。このアルバム出たばかりなんですけれども、最近どうなんですか？音楽的にはどういうことを目指してるというか。若返ろうと。僕この中身聞いたんですけどね、あれですね、なんか例えば1曲目なんか、このなんつうんですか、僕らがこう踊り出したくなるっていうんですか、要するにこの羽の効いたドゥ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 デレレドゥ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 、いきなりこれでやっちゃってるの。これアルバムね一番感じたのはね、結構アップテンポ少ないんですよすごく。で割とね僕らが一番苦手とするねテンポ100前後っていうね、ミディアム。この辺でねちょっとファンキーしちゃうっていう。フォンキーですか？そうフォンキーですけど、はいいやテンポ100くらいが一番ファンキーですよ。そうですね、フォンキーフォンキーなやつをですね、この辺でカシオペア時秀文で一発いってみたいなと思いますのでですね、ちょっとじゃああちらの方に行きますんで、ちょっと久保田君もし乗っちゃったらもうなんか参加してくれてもいいよなんて感じで。そうですか。まじゃああここで見ていてもいいですし。そうですか。踊ってて。なんだったらこうお酒でも食って飲みながらやらさせていただきます。すいませんね。はい。じゃあそういうわけでですね、それじゃあ時さんそろそろ行きましょう。はい。いってらっしゃいませ。じゃあまた後ほど。はい。「
やもうそうですよ。心地よい大人の色気が漂うサクソフォンプローヤープローヤーだプロそうですよ。これなんか聞くとね、中にはね僕だとねまだ早いなっていうくらいのやつもありますもん。そんなことないでしょ。いや徳さんどうでした？気持ちよかった？気持ちよかったです。ね、もうやっぱりいいですね。やっぱり僕歌も羨ましいと思うけれども、やっぱこういう管楽器ってこうバーって来れるからね。やっぱり前でやるってのはね、メロディーをやるってのはすいませんね。徳さん今日はよく喋っていただきまして私は嬉しいですよ。さてですね、久保田さん、久保田さん自身も徳さんのアルバム10月21日なんですけど、それよりも遡ること2週間ぐらい前、なんか今度出されたばかりという。ニューアルバムっていうかベストアルバムですね。ベスト版みたいなやつで。それはどういうベストアルバムなの？いわゆるいわゆる普通の録音の古いまま年代順に並べるみたいなんじゃなくて、古い曲って言っても3年以内ですけども、その辺の割とみんなから人気のある曲をトラックダウンし直したりとか、あと歌を半分くらい入れ直したりとか、そういうことをしてますけどね。そんなに大した変化はないです。それじゃあですね、この辺でですね、そのリミックス記念第2弾、今日はもう1曲リミックス記念第2弾、大げさなことを言いますね。すでにやっておりましたが、久保田君の曲をここら辺でもう1曲ね、リリミックスがリリプレイバックじゃなくてなんだか分かりませんけど、またカシオペアと久保田利伸君でですね、また盛大に盛り上がってみたいと。すごいことになるやつでしょ。今度は徳さんですね、お酒を飲んでご覧になるもよし、ここで立ち上がるもよし、また箱にお戻りになるもよしといろいろまだですね可能性残っておりますのでですね。じゃあ行きましょうか。それじゃあ久保田君とのまたセッション行ってみたいと思います。頑張って。それ僕のやつですよ。人に抱かれて夜明けを待ってるルードにシューズを脱ぎ捨てるどこにいてもそこで生まれた気がしてるボディとマイソウルがちぐはぐ優しい愛など忘れたい
She grew her body sweater. Oh, it's so for nasty bass. She's all lashing to me. 夢を見た紅白色した瞳を染めて見渡せば眩しい雨がタイムシャワーに打たれて時の雨にさらされて踊っていたいよシェイキラーこのまま溶けても構わないタイムシャワーに打たれて濡れたシャツを脱ぎ捨てて朝まで待ってないベイキーラブ本気の嘘なら構わないHey! Hey! That's a breakdown! So breaking together, so breaking together, so breaking together. 타임 샤워니 못하래대 도끼로 하면 니 살라살래대 모두 어디 있다 이요 shake it up このまま溶けても構わないタイムシャワーに打たれて濡れたシャツを脱ぎ捨てて朝まで待ってないベイビーラブ本気の嘘なら構わEverybody gonna grooving on,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  grooving on. 타임 샤워를 못하래대. Oh,やったやりやったバッチリというわけでいやなんですよねいやいやあやっぱあれラップがかっこいいねラップサバンラップなんつってすいませんごめんなさいことねだいぶ開いちゃいましたね随分ねラップは好きですけどねでもよくぞこのまたグルーブすごいですね全員のソロ入れちゃったんですよ今のやつはねすごかったですねでもすごくね自然な感じでやれてるっていうかね僕もなんか思わず掛け合いしたくなるみたいな結構なんか乗り合うみたいね
本当にそうですよね。同じだってコンテスト出身だもん。しかもだからほら朝焼けコピーしたことありますから。そうですよ。朝焼けの歌なんて完璧でしたもんね。全然見えないでしょ、その辺とか箱の中にいてる間にいろんなことがあったというですね。さて、せっかくこの12345 6人集まっておりますね。まあ共通して言えることはみんな音楽をやってると、まあ当たり前のことでございますけどね。まあだいぶこうちょっとお酒入っちゃいましたかね。気持ち。まあ気持ちね。気持ちね。でこういう時はもうこの際ブレーコーっつったら言い過ぎですが、思い切ってこの6人でですね、盛大にこうフィナーレ音楽をやってしまおうと。はい。パッといきましょうか。パッと行こうと思うわけでございますが、通常あまりお目にかかることはないんですけれども、そのパッと行こうという曲を選ぶところからそれをアレンジしている作業とか、このその辺の舞台裏をですね、VTR で再現してもらって、なおかつ全員でですね、盛大に合同演奏。僕この言葉好きなんだ。合同演奏いいですね。合同演奏。ジャムって言わないのね。ジャムじゃない、ジャムですか。すいません、神保さん、ごめんなさい。神保さん、なんとなく僕潜水符がこう上がってきたって感じ。取れたての魚が詰め込んであるんじゃないかと思いますが、すいません。どんどん。じゃあちょっと VTR を見ていただいて、それからですね、ある曲にみんなでトライしてみたいと思うわけでございます。あれですね。すごいやつでしょ。そう、すごい。じゃあそれじゃあ行きましょうか。じゃあVTR スタート。でこれ出だしはね、どちらかというとなんて言ったらいいのかな、アルジャローがやってるのに近くて、久保田君のボーカルと僕のキーボードだけで静かに入ってって、それでこの今タッタッタッこういうところのユニゾンとかね、そういうところは全員でこう合わせていくと。そんなうまくいくといいですけど、結構難しいと思いますよこれはね。そこは私は楽してですね、そこの部分はノロさんに任せちゃおうと思ってるわけで。まあなんとかいけるかな。これをサックスにした場合は、自分のが難しそうだけどな。まあいいか。譜面ができたんですけども、結構書いちゃったんだよね。バンバンブルルルがあって、でボーカルなんとかねとかなんとかでもいやいやいやみたいな感じで。ねえ、ノロ君今みたいでいい？いいと思うけど。練習に追われてる。誰が書いたのかなこの譜面。こうやってねやってると全然覚えないんだよね。俺やれやれって言って言っちゃうからさ。ダメだよ。じゃあそうするのろくんじゃ一人。それでね僕30分ぐらいもらえれば上見なくてもできるようになるから。休憩。じゃあ休憩。じゃあとりあえず頭から一回もうちょっとチャージテンポでやってみましょうかね。Yesterday, just a photograph of yesterday, and all its ages folded and the corners faded sepia brown, and yet it's all I have about past love. Postscript to its ending. Brighter days, I can see such brighter days.
sun, it's sun again. And we know this time is for good. And we'll love us once again. And you need me. The ribs are brown on the ground. Spit out that love and I told you the night filled with joy that was yesterday, and tomorrow will bring you me. I can't think of it as that. Never
けて終わってしまいましたけど。いやーなかなか楽しかったし大変だったし。大変だったね、いろいろあって。ちょっとだけなんとか。ど。いやでもテレビでねこんなことやらせていただくっていうのは非常に嬉しいことですよね。そうですね。またなんかね機会があったらぜひ。いやこれはですね今回は久保田さんと時さん来ていただきましたけど、まあ今後はですね例えばユーミンとかね。達郎さんとかね。達郎さんいいね。桑田君とか。桑田君ねいろいろいっぱい有名な人と。そうですね。あとはその内外問わずね。あ外国からもホイットニー・ヒューストンとかも。もうどんどんなんか話は膨らみますね。湯はやすしだね。ジョージ・ベンソン。よくジョン・ベンソンって言っちゃったね。声がもう絡んでましたけど。まあ夢は大きい方がいいと。夢はそれよりもやっぱりね一日こうやってスタジオにねいてもう一番思うのはもうスタッフの人たちのご苦労がねもう目に見えてね。ぜひともこの企画はですね1回だけにしていただかないでまた毎週定番なんてどう？なかなか鋭いけど月1ぐらいが一番いいんじゃないかな。野呂さんは半分ちょっとリタイアしていますけれども私は若いですからね週1だろうが毎日だろうがねこう毎日は無理かな。アレンジが大変だからね。まあアレンジも大変ですしねいろんなこともありますんでまあ今後ともですねこういう企画をですねまたやらせていただきたいということでね今日のところですねはいそれまでいろんなことしましたけどそうですね本当にいろいろありましてね冷や汗はかきは大変でしたね。面白かった僕だけど、まあ、何度も言うんですけどところで久保田君と時さんはもうなんか行っちゃってるみたいですよ。打ち上げもう先に行ってるからじゃあ我々も負けずと行くしかないですね。もうじゃあ今夜は行くしかないと